found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は霊気走破霊気走破の統率者デッキの統率者。はいはい、構築済みの方構ですね。築済みの方。はい。まあ2個出るんですよね。はい、そうですね。はい。それの紹介といいますか、はい、空想のお話、はい、まだ出てないですからね。デッキリスト見て、統率者見てって、はい、していこうかなと思うんですけど、はいはいはい。もう出るの早くないですか？ペースが。そうなんですよね。イニストラードリマスター、買いました？いや、買ってない。いや、あれはサイロピが中心だからね。そうですよね。まあまあまあ、はい。今回は統率者デッキの、まずティムールとエスパーみたいなんですけど、はい、ティムールからいきますか。はい、ティムールからいきましょうか。生けるエネルギーになります。生けるエネルギー、いいですね。いいエネルギー生きてるんでしょうね。はい、まず後期の創造者サヒーリ。サヒーリ、はい、はい、サヒーリですね。はい、ティムールの4マナで44です。はい。で、あなたが交渉やアーティファクトである呪文1つを唱えるたび、エネルギー1個を得る。エネルギー。はい。いいですね。で、あなたのターンの戦闘の開始時にエネルギー3個支払ってもいいと。そうした時に、あなたがコントロールしているパーマネント1つ対象とします。はい。他のタイプに加えて、速攻を持つ55のアーティファクトクリーチャーであることを除き、それのコピーであるトークンを1体生成する。はい。はい。次の終了ステップの開始、そのトークンを生贄に捧げます。はいはいはい。なるほど。ということで、まあ、アーティファクトか交渉を唱えてって、することでエネルギーがどんどん出てくと。まあエネルギーをどんどん貯めたいって感じですよね。はい。それでそのエネルギーを3個支払えば、コピーできると1個。はい。これまあおそらくアーティファクトとか交渉いっぱい入れるんじゃないですか。まあそうですよね。はい、まずこれを生かすにあたってはそうなりますよね。交渉ってどんだけいるのかって。交渉調べてこなかったな。あんまり、はい、そう白い交渉とかもいるから、意外と。でも赤い交渉青い交渉いるか。いるな。意外といるかもしれない。なんか最高機構長のところで一回取り扱ったんですけど、はい忘れちゃいました。まあ交渉は例えば白なんですよね、交渉で。そう、白のイメージが結構ありますよね。意外いるかなってちょっと思ったりはしたんですけど、まあでもアーティファクト捉えればエネルギー1個得られるんで、アーティファクトをいっぱい捉えていけばいいってことですよね。そうですね。はい。でエネルギーを得てパーマネントをコピーすると。でコピーすると55のクリーチャーになると。速攻ですからね。速攻ですね。はい。なんか思いつきました。まず、まずティムールカラーあるじゃないですか。まずエネルギーって前のカラデシとあとボラフォラぐらいしか多分ないですね。ないです。でも前のカラデシの時にティムールカラーのエネルギーのカードってすげえ流行ったじゃないですか。そうなんですよ。僕はやってなかったんですよ当時。そうか、やってないんですよ。やってなかったんですよ。その当時たまたまやってなくて。僕はこの時愛用してたデッキがダークティムールっていう4色ティムールのエネルギーデッキだったんですよ。でもうこのカラーリングからエネルギー使うカードいっぱいあるんで、そういったカードが入るんじゃないかなと思ってて、例えばならず者の生成屋っていう3マナ3にでワンドローしてエネルギー貯めるみたいな。そんなのあるんですね。あるんですよ。いいですね。確かエネルギー2個貯まるんじゃなかったっけな。すごいな。みたいな感じのカードがあって、それ1回出してまずエネルギー貯めて、サヒーリの効果でコピーして、すごいドローできる。ドローできるし、55で殴れるし、エネルギー2個貯まるから、いいですよね。よくねみたいな。単液の水源ってあるじゃないですか。ありますね。あれよくないですか。ああいうカードも相性いいですよね。アーティファクトでドロー出した時にして、これコピーしてドローできて、でその生贄の時にドローできるっていう。そうですね、確かに。だからその総連みたいな真面目な身代わりとかでもいいわけですよね。確かに。はい。そうか、サクれるっていうところも結構いいですね。いいですよね。はい。だって極端な話、1マナのスフィアなんとかスフィアって名前は出てこないですけど、サクったらワンドローみたいなやつとかあって、確かあれ生贄に捧げたらっていう条件で別に自分の能力でサクらなくてもいいカードのはずなんで、そういったカードを55にして殴っていらなくなったらポイって投げて、でドローに変換っていうのもいいですよね。普通にいいと思います。
でそんなんで多分回していくと思うんですけど、はい、1個そのなんかデッキの中に入ってた1個気になるカードがありまして、はい、稲妻掛けっていうカード僕気になったんですけど、はいはいはい、まあ、これまあ今回が初なのかどうかちょっと分かんないんですけど、はい、5マナのクリーチャーで22で2段攻撃速攻です、はい、こいつが攻撃するたびにエネルギー得ます、はい、でその後8個支払っていい、うん、そしたら全てのクリーチャーをアンタップしこの後に追加戦闘フェーズを得る。はあ、なるほど。これ攻撃するたびに2個出るわけじゃないですか、はい、だからこれ8個したら追加戦闘いけるから、はい、何回か戦闘をうまいことすればコピーこいつすれば4個出るわけじゃないですか、これがもし4体並んだらあれですよね、無限戦闘でいけるから、はい、これなんか無限戦闘までいけるとこまでいけたら、ワンチャンありそうですよね。ワンチャンありそうだからまあある程度出るとこまでいったら無限戦闘いくみたいな、サヒーリで3回コピーしたら無限戦闘ですよね。そうですよね。そうですよね。サヒーリって戦闘開始ですよね。戦闘開始なんですよ。じゃあそれがすごい気になって、それが気になったんですよ。それがすごい気になった。戦闘開始3万支払ってもいいなんで、3円ですよね。3円で3円で支払っていいなんで、3円でコピー出してみたいな、まあ最初に何円で必要かはちょっと別途計算をしていただいてみたいな。だからちょっと面白いなと思ったんですよね。だからそれで今の話で言うと、いわゆる追加コンバット系のクリーチャー、港を滅ぼすものとか、確かにブラッドサースターとかをコピーして、めっちゃ追加戦闘するみたいなそれできますよね。だってこれ戦闘の開始時だからできますよね。できます。例えば、10円ぐらい溜まった状態で、ブラッドサースター出したり港を滅ぼすもの出したら、何回戦闘できるっていうことになりますよね。そうですね。だからそれ面白いんじゃないかなと思って。確かに。そう、例えば出た時に点数を飛ばす系、例えば赤のタイタンとか、エンチャントのラスクモーンのやついたりとかするじゃないですかね。4点飛ばすやつとか、だったり劇場だったり、あと峰の恐怖だったり、CIP 火力ですね、っていうのをコピーしても、これいけるってことですよね。いけますね。っていうちょっと面白いんじゃないかなっていう、パワー3章の服までみたいなカード、確かにあったらね、やばいですよね。なんか最近1マナとかでなんか自分が死んだ時にそのパワー分ダメージみたいな、そんなのありましたっけ？なかったでしたっけ？赤タンとかにたまに入ってたような気がする。僕は赤タン嫌いなんで見たくもないんで知らないんですけど、死亡誘発あったかな、パワー3章ちょっと覚えてないですけど、なんかそういうでもなんか探せばそういう系のカードとか多分あると思うんで。でも服まででもいいわけですよね。単純に服まで5点これ飛ぶのか？コピーであるトークンを生成するのが飛びますよ。そうですよね。飛びますよ。やばいじゃないですか。峰の恐怖もやばいじゃないですか。じゃあやっぱりいややばいっすよ。で追加戦闘してみたいな。結構やばめなデッキっすね。こいつ結構楽しいんじゃないかなっていう。ただあれですね、そっちに寄せると今度エネルギーを貯めるための手段が難しいですね。難しくなるから、バランスがやっぱ確かにどうせアーティファクターなんて入りますからね。だからそこのバランスをうまく見てあげるのが大事なのかなっていう気がしました。そんな感じになるんですかね。こいつ結構強そうですと。強そうですね。でもう片方の相方、整備長ピアナラーはチャンドラのお母さんですよね。まずティムール3マナ、お安いですね。お安いですね。の24で、あなたがコントロールしている1体以上のアーティファクトクリーチャーがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、2エネを得る。であなたの終了ステップの開始時に1個以上のエネルギーを支払ってもいいと、そうしたら XX の登場2を持つ機体を出すと、でその機体はXX っていうのはエネルギーの数ですよね、その時支払われる、っていうことなんで、こいつはどうでしょう。ごめんなさい、今思ったんですけど、これサヒーリとピアナラ並んでる時、これ追加で出てきたやつアーティファクトクリーチャーになるんですよね、サヒーリって。そうですね。ってことは、3エネ払って2エネ戻ってくる。なるほど。でさっきのだから追加戦闘系のやつとかを
コピーするってなった時にこいつ横にいると下手したら無限いくんじゃない？あ、この2体で2体で別々行ったらこれ多分4円でたまるから3円で消化してなるほどなるほど、コピーが出てはい4円で戻ってきてそうですよね、あやばいねさっきの稲妻掛けでしたっけ、はいはいはいとこうピアナラでうんいる状態でサヒーリいれば、3枚コンボだってことですよね。3枚コンボで無限戦闘いきそうっすよね。無限戦闘が入ってる、構築でデッキそんな時代来たまあ3枚コンボだったらまあでもあれか逃走者絡むから結構すごいな。でも逃走者デッキは 3,4 だったみたいな話はどこ行ったんですかね普通に5、6だと思うんですけどねこれね。確かにいやこれ結構強い。いや最近のでも構築済み強いですけどね。強いですよね。普通に5、6くらいありますからね、でごめんなさい話遮っちゃったんですけど、でもピアナ単体機体が出てくるんですが、こいつはどんな風に使えますかね。まあこれはもうサヒーリよりもだいぶアーティファクトクリーチャー寄りになるんじゃないかなって思うんですよね。かなりアーティファクトシナジーですよね、サヒーリは別にクリーチャーじゃないアーティファクトいっぱい入れてもいいかなって気がするんですけど、ピアナラの方はやっぱアーティファクトクリーチャーでなかなかブロックしにくいクリーチャーとかをまあいっぱい入れてってエネルギー貯めていくのがいいのかなって感じが。そうですよね、はい、エネルギー貯めて、これ、単純になんですけど、まあ10個ぐらい簡単に貯まると思うんですよ。貯まると思います。で重々の機体1個出すだけでも、結構強くねみたいな感じじゃないですか。確かに確かに。でこれ何がこの重々の機体強いかって、流されないんですよ。なかなか流しにくいですね。除去しづらくないですか？クリーチャー化しないと除去れないから。ラスしても流れないから、これまあなんか流されない殴れる肉として優秀なんじゃないかなっていうふうにふと思いましたね。まあ多分アーティファクト参照みたいなやつを結構入れはすると思うんですけど。そうですね。アーティファクト参照系と、僕はどちらかというとでかい機体をバッて出すより、ちまちま一個一個出してってでいつの日か全員をクリーチャー化させて殴るみたいな、全員44にして殴るとかしても面白いのかな。なるほどね。あれありますよ。思った一族の蛮行とかもあるじゃないですか。4マナのインスタントで、アーティファクトエンチャントだったかな、全部破壊なんですよ。で破壊した数分33のケンタウロスが出てくるっていう。よくないですか？自分のところに出ます。緑入ってるからこれ。確かに緑だからあれね。それ系のカード確か何個かあったと思うんですよ。いやあるな。これ緑絡めることによって全部ディッチャーしてでその後数分出すみたいなのがありますよね。すげえピアナラ怒りそういやデッキとしては強そうだけどピアナラはやりたくないなみたいな結構ある勝ち筋なんじゃないかっていう、まあでもそういう意味だと逆に旗印系とかで、なるほど、一個一個並べてったやつらを全員クリーチャー化させて、これでもこれクリーチャータイプなくないですか？クリーチャータイプないそんなことある？飛行機界じゃないの？これ奈良の機体ジェットという名前で書いてないですね。じゃあ何にもないってこと？奈良の霊気ジェットっていう名前の確かトークンってクリーチャータイプ名前になるんじゃなかったでしたっけ？違いましたっけ？いやー分かんないけど、クリーチャータイプない可能性もある。可能性の方が高いかも本当これまあそこは調べてもらいましょう。調べて使うって感じにした方がいいですね。まあ旗印系がいけるんだったら旗印系でも面白いんじゃないかと思うんですよね。でもそうすると登場できないですよ。一体でも殴れればいいってことか。そうか、一体でも殴れればいいのか。旗印系ってクリーチャーしか参照しないのかな。例えばクリーチャー化してない機体とか参照する系とかってないのかな。そうなんですかね。ちょっと探して
見ないと分かんないし、クリーチャー、大体クリーチャータイプを参照するやつが多いですよね。極論そしたら2個ずつ払って全員22にしましょう。でそして乗ってってやって最後に乗ったやつだけ殴るっていうなるほどね。なるほどね。なるほど。全部乗ってそう、全てのエネルギーをここにって言って面白いかもしれない。でも飛行も何もついてないですよね。飛行ついてない。飛行ついてる。あ、じゃあ強い。飛行の強いのかすげえでかいやつ。それじゃあピン直でって言われたらやばいっすよね。まあでも面白いかもしれないですよね。いや、でも意外と面白そうな。アーティファクトの横並べで一気にはなると思うので、確かにアーティファクト参照がめっちゃ強くなりそうですね。そういうのが好きな方はいいんじゃないですかね。僕は結構好きなんですけど両方なんか楽しい感じそうですね。になんかなりそうですよね。はい。その感じだと、まあちょっとこれは結構おすすめかもしれないですね。買ってみたらいいんじゃないかなと。1個だけ言い忘れたことがありまして、この2体の逃走者のいいところがあるんですよ。これは前のリバティプライムっていう、ティームさんが前やってたエネルギーのデッキがあるんですけど、それは概要欄に貼っておくかもしれないんですが、多分貼っておくと思うんですけど、それをエネルギーの動画だってことで見返したんですよ。その中ですごい困ったことがあるんですね。エネルギーデッキっていうのは、エネルギーデッキっていうのは欠陥があるんですよ。なるほど。そのエネルギーデッキの欠陥っていうのはそのエネルギーを生み出せないっていう欠陥があるんですね。なかなかそもそもカードも少ないしね。そうカードが少ない上にエネルギーを生み出さなきゃいけないんですよ。でこの2体の逃走者はエネルギーを生み出せるんですよ。自分の能力で。そうです。それがこの2体のいいとこなんですよ。そうですよね。確かにエネルギーデッキの、効果をマジでエネルギー使わ出なかったら何もしないからねそれの多分なんか学んだんだと思いますけどで多分この能力になったんだと思うんで、これ結構エネルギーとしては結構楽しそうなんで、これ厳粛置かれたら泣くね。厳粛ってなんですか？カウンター置けなくなるちゃんとエネルギーカウンターなんですよねこれエネルギーはカウンターのはずだから厳粛置かれたら2人とも何もしないのかなこれカジュアルで置くやついるんかっていう感じなんでまあやってみてください。はい、じゃあ次行きましょうか。行きましょう。